お世話になっております。マサルです。今回は UTP ケーブルと光ファイバーケーブルについて一緒に勉強していきます。最近は無線を使うことが多いので、ケーブルを意識すること少なくなっていますが、ネットワーク機器同士の接続では変わらずケーブルを使って接続する有線接続が主流です。ちょっと硬い言葉なんですが、いい機会なので、通信媒体という言葉もこのタイミングで理解しておきましょう。通信媒体というのは言葉の通りなんですが、通信を行うための媒体、つまり機器同士を有線で接続する場合なら、通信媒体はケーブルのことを指します。ちなみに今回は取り上げませんが、無線の場合ケーブル使いませんよね。無線の場合、通信媒体何だと思いますか？無線の通信媒体は電波です。はい、初っ端から話脱線しちゃってますが、UTP ケーブルと光ファイバーケーブル、この2つの通信媒体について一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。現在よく利用されており、理解しておきたいケーブルはこの2種類です。UTP ケーブルと光ファイバーケーブル。一つずつ特徴を確認していきましょう。まずは UTP ケーブル。UTP ケーブルの UTP はアンシールデッド・ツイステッドペアの略です。UTP ケーブルは利用者として一番身近なケーブルです。LAN ケーブルなんて言われることもありますよね。パソコンを有線でつなぐときは大抵この UTP ケーブルが利用されています。UTP ケーブルの中は電線が入っていて、電気信号が伝わっていきます。UTP ケーブルはいくつかの種類に分かれます。代表的なものだと100ベース TX、1000ベース TX、10ギガベース T などの種類があります。この T という文字がアンシールド・ツイステッドペアのこの T の文字を意味しており、UTP かどうかはここに T があるかどうかで判断することができます。UTP ケーブルの特徴は安価であること、取り回しがしやすいこと、ケーブルの最大長が100メートルであること、このような特徴があります。UTP ケーブルはこれから説明する光ファイバーケーブルと比べると安く手に入れることができます。最近では100均で売ってたりもしますよね。ケーブル自体はある程度曲げたとしてもケーブルが使えなくなるようなことはありません。ある程度曲げることができるということは、ケーブルの配線作業を楽にすることができます。ケーブルの配線がしやすいことを取り回しがしやすいと言ったりします。あとは最大長が100メートルというのも大きい特徴ですね。この100メートルを超えるとレイトコリジョンが発生する可能性があります。レイトコリジョンが何かというと、まずレイトコリジョンのレイトは遅れるという意味、コリジョンはデータの衝突を意味します。まずはデータの衝突、コリジョンから説明していきます。1本のケーブルは1人で独占して使うものではなくて、たくさんの人と共用して使うことができます。基本的にデータは早い者勝ちで送ることができます。ただ、早い者勝ちだとすると、みんなが我先に使おうとすると、データ同士が経路中でぶつかってしまって、データが変形してしまうことがあります。このデータがぶつかってしまうことをデータの衝突、またはコリジョンと言います。このようにみんなが我先に一斉に送信してしまうとコリジョンが発生する可能性があるので、イーサーネットという規格を作って、つまりルールを作って待ち時間を決めることにしたんです。簡単に言うと、データを送るときは自分では空いていると思ってもちょっと様子見ましょうねというルールです。現実社会でも横断歩道を渡るときに右、左、右を見ましょうね的なやつですね。本当に誰も使ってないのか、自分が使っても大丈夫かみたいな感じで一度確認しましょうと。そして一定時間待って問題なければデータを送ります。このような仕組みができているんですね。もう少し技術的にこのルールを説明すると、この待ち時間はプリアンブルというデータを使ってできています。ちょっと難しく感じるかもしれませんが、やろうとしていること自体はとてもシンプルなんです。データを送るとき、まずプリアンブルというデータを使います。このプリアンブルというデータはこれから送りますよ的なデータです。このデータを最初に送りましょうというルールをみんなで守って、コリジョンがもし発生しているときは
データを送らないようにする仕組みです。流れで見ていくと、データを送るときに送りたいデータの前にプリアンブルというデータを先頭につけてあげます。そうすると送りたいデータを送る前にプリアンブルのデータから送られることになりますよね。プリアンブルが先頭につくということは、このプリアンブルを送る時間までは自分が送りたいデータが出ていかないということになります。つまりプリアンブルの送信にかかる時間は自分のデータを送らない様子見の時間ということになります。もしプリアンブルを送っている途中にコリジョンの発生を検知した場合は、自分のこのデータは送らないようにします。このプリアンブルのデータを送ることができたかどうかでコリジョンの発生を判断することができるわけです。このルールのおかげでコリジョンが発生したとしても通信がうまく制御されて一定のスムーズな通信が期待できます。ただしこのルールの前提はケーブルが最長100メートルという前提の条件のもとできています。プリアンブルのデータを送る時間は最長100メートル離れていたとしてもコリジョンの発生を検知・受信できる時間としてルールを決めています。もし100メートル以上離れていたところでコリジョンが発生した場合、どういうことになるかというと、自分がプリアンブルを送ろうとしています。送ろうとしたタイミングでコリジョンが発生しました。ただこのコリジョンの発生源は100メートル以上離れているので、このコリジョン発生のデータが来るまでに一定の時間がかかります。このコリジョン発生のデータが送られてくるより前にプリアンブルのデータが送り切れてしまうので、送信者はコリジョンの発生はないと判断して自分のデータを送ってしまうんです。これはコリジョンが発生している中で通信をしていることになるので、通信品質著しく低下します。イメージとしては交通事故が発生して通行止めしているのに車が突っ込んでいって玉突き事故になるようなものです。このように100メートルを超えるとプリアンブルを送信した後にコリジョンを検出するレートコリジョンという問題が発生するリスクがあります。次は光ファイバーケーブルの特徴を勉強していきましょう。光ファイバーケーブルは光の点滅をデータとして扱うことができます。光ファイバーケーブルの特徴は高価であり取り回しが難しい、100メートルを超えるような長距離通信にも向いています。最大数十キロ程度情報を伝えることができます。 UTP ケーブルとはほとんど反対の特徴ですよね。 UTP ケーブルは100均でも売っていることがあるくらい安価ですが、光ファイバーケーブルは UTP ケーブルと比べると高価です。そして曲げてしまうと中の線が折れてしまうこともあるので取り回しが難しいんです。高価で取り回しが難しいということでデメリットが目立ちますが、長距離通信に向いているという大きいメリットがあります。先ほど説明したように UTP ケーブルは100メートルという制限がありますが、光ケーブルは最長数十キロメートル先まで通信することができます。 UTP ケーブルもいくつかの種類が分かれていましたが、光ファイバーケーブルもいくつかの種類があります。大きくはシングルモードとマルチモードに分かれます。シングルモードとマルチモードの違いはケーブルの中にあるコアの太さです。シングルモードの場合はコアが細く、光の信号は直線的に進んでいきます。そのため高速かつ超長距離にわたって通信をすることができます。一方マルチモードはシングルモードに比べて若干コアが太くなっています。コアが太いと光信号が屈折して進んでいくので、シングルモードに比べると速度は遅くなり中長距離程度の通信距離になります。ただ取り回しのしやすさでいうとコアの細いシングルモードはコアが折れてしまう可能性があり配線作業が難しいと言われています。コアが太めのマルチモードの方が取り回しがしやすいそうです。それでは今回は UTP ケーブルと光ファイバーケーブルについて一緒に勉強しました。最後に今回の学習内容をまとめていきます。まずは UTP ケーブル。UTP ケーブルの UTP はアンシールデッド・ツイステッド・ペアの略でしたね。別名 LAN ケーブルと言われたりもします。UTP はいくつか種類があるんですが、その中でここの T がついているものはツイストペアの T を表しており、この T がついていれば UTP ケーブルですよという話もしました。光ファイバーケーブルに比べて安価で取り回しがしやすいです。最大長は100メートル
といったところはしっかり押さえておきましょう。この 100m を超えてしまうとレートコリジョンが発生してしまうリスクがあります。次、光ファイバーケーブルは UTP ケーブルに比べて高価であり、取り回しが難しいといった特徴がありました。情報を送れる距離は最大数十キロメートル、かなり長い距離を送ることができます。光ファイバーケーブルは大きく2つのモードに分けることができて、1つはシングルモード、もう1つはマルチモードです。この2つのモードの違いについても説明しました。シングルモードはコアが細めになっています。コアが細いので直進的に光の信号が進んでいって高速かつ超長距離の通信を実現することができます。マルチモードはシングルモードに比べるとやや太めのコアになっています。コアが太めだと屈折率が高くなってしまうので、マルチモードの場合中速かつ中長距離的な通信に利用されます。はい、それでは今回は UTP ケーブルと光ファイバーケーブルについていろいろお話をしました。今回特にレートコリジョン結構分かりづらかったかなと思いますので、もしよく分からないなという方はコメントしていただいたり、何度か動画を見ていただければと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。